皆さんこんにちは。マイプラチャンネルです。今回もご視聴ありがとうございます。さあ今日はですね、エーブルキャリーさんから新登場のバックパックをご紹介します。それがね、もう見えていますけれども、こちらエーブルキャリー MAX EDC です。で今回ね、発売に先立ってエーブルキャリーさんからご提供いただいて、すでにね1ヶ月ほど使わせていただきました。でこのね MAX EDC という名前についてからなんですけれども、MAX というね冠名がついているし、そもそもですねパッと見てエーブルキャリーファンならピンとくると思うんですけれども、デザインのベースはMAX バックパックなんですよ。そしてね EDC というのはエブリデイキャリーの頭文字。最近日本でもね YouTube でよく見かけるようになった言葉で、毎日持ち運ぶものを紹介する動画でねよく使われたりしています。ということでね、この MAX EDC MAX バックパックをベースに、日常使いにもねちょうど良いサイズにコンパクト化して汎用性を高めたものというねモデルになります。でベースになった MAX バックパックについては、コンパートメントやポケットの構成が非常にね使いやすい理想的なねバックパックとして以前ねうちのチャンネルでも紹介しました。ただ30リットルという大容量モデルで、普段使いにはね正直言ってちょっと大きめ。もちろんね普段の荷物がすごく多いという方にはねちょうどいいかもしれないんですが、一般的にはね旅行とか出張用かなというイメージが強いねバックパックでした。ただ個人的にはねコンパートメントやポケットの構成が僕の理想にねほぼ完璧だっただけに、MAX バックパックがもう少しコンパクトだったら普段使いとしてね完璧なのになっていうふうに思っていたんですよね。なので今回ね紹介する EDC レビューのお話をいただいた時に、来たって思ったんですよ。そして約ね1ヶ月ほど使わせていただいて、この動画の冒頭シーンで先に結論をお伝えしておきますが、 MAX EDC めちゃくちゃ良かったです。想像をはるかに超えて使い勝手抜群でした。ではね MAX EDC どんなバックパックでどんな点が良かったのか、これからね詳しく紹介していきたいと思います。それではね始めていきましょう。はい、それではねまずは諸データを紹介していきます。サイズからですけれども、高さが50センチ、幅が30センチ、そして厚みがですね、19センチとなります。で、重量の方が 1.55kg、容量が26リットル。で、収納できるデバイスサイズですが、後で紹介します PC コンパートメントに最大17インチまでのノート PC を収納することができます。それから素材ですが、主な素材。まず、外側ですね、X パックが使用されています。そして擦れることが多いであろう底面部分とか、それからねすごく力がかかるであろうショルダーハーネスの取り付け部分ですね、こういったところに1000デニールコーデュロナイロンが使われています。でまた内側ですね、このモデルだとねグレーの生地になるんですが、こちらには420デニールのリップストップナイロンが使われています。で素材についてはねまた後でね詳しく紹介します。はい、それからねカラーバリエーションですが、今これを撮っている段階でまだね公式サイトにこの製品の紹介ページがないんですけれども、一応ですね MAX バックパックの商品ページでちょっとね参考までにお見せしておきたいと思います。こちらがね公式サイトの MAX バックパックの商品ページになるんですが、カラーバリエーションですね、今見ていただいているのがターマックブラック、今回ね提供していただいたものと同じ色になります。であとこちらオーシャンブルー、そしてアースグリーンですね、このね3色展開となっております。ただね今見ていただいているのは MAX バックパックのページです。全くね同じ色かどうか分かりませんので、あくまでもね参考程度にしていただきたいと思います。はい、続いて素材についてです。まずねメインとなっている生地 X パックについてです。この X パックという生地はよく見ていただくと、このようにですね斜めに X 状に線が入っていますよね。この生地はセールクロス、ヨットの帆としてアメリカのディメンションポライアント社が開発したものです。で、このね、X 状に入っている線、何かというと、これ、ポリエステルをこうより合わせて作った強力な糸を X 状に組み合わせた素材なんですよね。その素材を表と裏から圧着して作られたのが、この X パックという生地なんですよね。普通の生地って縦糸と横糸で編まれているので、縦方向横方向には引っ張り強いんですけれども、斜め方向にはギュッとこう伸びてしまうんですよね。でその弱点もこの X パックという生地は克服しているわけですよ。しかもね薄くて軽くて強いんですよね。でまた圧着している生地に防水性を持たせていますので、防水性も高いと。ヨットの帆としてはもちろんなんですけれども、
アウトドア用品、特にね、こういったバックパックに使う生地として最高の生地なんですよね。で、次にね、コーデュラセンデニーロナイロンなんですが、このね、底面部分とかに使われている生地ですけれども、センデニール。デニールというのは糸の太さの単位です。要するに、太い糸で編まれた生地ほど分厚くて強いんですよね。で、このセンデニールという生地、めちゃめちゃ強いんですよ。通常のね、ナイロンの7倍もの強度を持っている上に、表面にね、ポリウレタン加工をしていますので、撥水性にも高い。なので、軍事用品とか、あと、やはりね、アウトドア製品にもよく使われる生地となっています。はい、あとね、この内側にメインで使われている420デニーロのリップストップナイロン生地なんですが、これはですね、ご覧の通り、格子状に模様が入ってますよね。縦糸、横糸で編まれているんですが、強度が高い太い糸ですね。これを格子状に織り込んでいるんですよ。で、リップストップという名前、リップは避ける、そしてね、ストップは止めるということから、どこか引っ掛けて避けても、この格子状のところで止めると、避けるのを止めるという意味でリップストップと名付けられています。ですので、この生地もね、すごく強い生地なんですよね。やはりアウトドア用品なんかにもね、よく使われる生地となっています。ということでね、3種類のメインで使われている生地を紹介してきましたが、もうこの段階で、このバックパック、めちゃめちゃ頑丈だし、防水性も高いということを分かっていただけるんじゃないかなと思います。はい、それでは次に、コンパートメントとポケットの構成をね、紹介しつつ、機能とね、特徴にも触れていきたいと思います。で、この MAX-EDC、MAX バックパックをベースにね、作られているんですが、ただ単にね、コンパクトに小さくしたわけではないんですよ。いろいろな点改良されていますので、MAX バックパックからどんな点がね、変更されて改善されているのかというところもね、合わせて紹介していきますので、並べて紹介していきたいと思います。ではまずね、フロントコンパートメントから紹介していきたいと思います。で、以前ね、MAX バックパックを紹介した時には、ここね、フロントポケットと呼んだんですが、今回からはフロントコンパートメントと呼びたいと思います。で、なぜね、そうするのかは今から見ていただけると納得されると思います。もうね、ポケットの域を超えてるんですよ。で、今回のこの MAX-EDC の特徴というか、一番の売りの一つがこれになるんですよね。パッと見変わってないように見えるんですけれども、はい、ファスナーを開けます。ここがですね、かなり広い間口で、はい、実測でね、約40センチほどの間口ですね。ただね、間口が広いだけでなくて、この中がね、驚くんですよ。はい、この角度で見ていただいた方がわかるかもしれないんですが、ほら、めちゃくちゃ深いんですよ。拡張機能をね、つけてくれたんですよね。フロントコンパートメントとメインコンパートメントが空間をね、共有するわけなんですけれども、通常はこのフロントは約2リットル、そしてメインコンパートメントは23リットルというような使い方なんですけれども、このね、フロントコンパートメント、すごくね、マチを大きく取ってくれているので、ここに大きな荷物を入れることができます。拡張すると最大8リットル入るんですね。で、その分ですね、メインコンパートメントの方は17リットル程度になっていくんですけれども、これがね、すごく使い勝手を上げてくれました。その点についてはね、また後で触れたいと思いますけれども、こういう拡張機能が追加されました。はい、それからね、フロントコンパートメントの中にポケットがあるんですけれども、この位置が変更されております。はい、これはね、MAX バックパックですが、MAX バックパックの方は、背中側ですね、フロントポケットの背中側にポケットがありまして、なおかつですね、間口はバックパックの上側ですね、上側に向いていました。はい、それに対して MAX-EDC の方は、背面側にまずポケットが取り付けられていて、で、さらにこのポケットの口の方向ですが、フロントコンパートメントのこの入り口と並行してファスナーが配置されています。で、これもね、使い勝手が非常に良くなっていて、よくね、こういう動きするじゃないですか。ショルダーハーネス片一方だけかけた状態で、リュックをね、こう前に持ってきて、フロントポケットにアクセスすると。こういう動きやると思うんですが、この時に、この中のポケットの口が上に向いてくれるんですよ。これ、すごくね、ポケットの中のものにアクセスしやすくなりました。で、このね、ポケットのサイズですけれども、間口が約24センチぐらいかな。そして深さが一番深いところで12センチぐらい。上部はね、ちょっと浅くて10センチ弱、9センチぐらいになるんですけれども、こういったね、長財布、
十分入りますし、これは iPhone 16 Pro ですけれども、これもね、もちろん十分入ります。またね、生地自体が伸縮性がありますし、何よりですね、このフロントコンパートメント自体が空間が大きくなりましたので、かなり厚みのあるものでもね、このポケットに入れることができるようになりました。ちなみにね、このフロントコンパートメントに拡張機能を持たせましたので、外見上デザインの変更、ここですね、マチが付けられております。これはね、MAX バックパックにはなかったものですね。はい、次にね、メインコンパートメント行きましょう。で、その前にですね、メインコンパートメントにアクセスするためのファスナーなんですが、このファスナー自体がね、変更されているそうです。両方ともね、YKK のものなんですけれども、MAX バックパックのものは、この開け閉めね、ちょっと重くて、このカーブのところなんかは少しね、引っかかりも感じたんですが、EDC の方はファスナー変更されて、ものすごくね、これスムーズに、滑らかに動くようになりました。ただね、この仕様は変更されてないんですよ。これファスナー同士しっかり閉じると、ここにね、通す穴ができるんですよね。要するにこれ安全面に配慮されて鍵をかけることができる機構なんですが、これはね、そのまま引き継がれています。はい、ではね、メインコンパートメントに行きたいと思いますが、このほぼ全開にできる機構、これそのままですよね。そして開くと EDC の場合は最大ね、約25リットルの大空間となると。ここもね、このバックパックの魅力の一つだと思います。で、このメインコンパートメント内のポケットについて紹介していきますが、まず、背中に近い側ですね。ここに一つポケットがあります。これ伸縮性の生地なんですが、はい、間口はね、約25センチ。そして深さが約20センチですね。で、ここには、これは iPad mini ですが、こういったタブレットが当然入りますし、A4 サイズの雑誌や書類もね、入れることができます。で、ちなみにね、MAX バックパックにはこのね、背中側にはポケットはありませんでした。はい、それから向かって右側ですけれども、この側面に縦に長いね、ポケットがあります。で、このポケットは MAX バックパックでもね、あったんですけれども、伸縮性のね、ある生地で作られていますので、例えばこういった 600ml のペットボトル、よいしょ。はい、十分ね、入れることができますし、こういったミニ三脚ですね、割と長いもの、これを整理して入れるのにちょうどいいポケットとなっております。はい、それからこの背面側ですね、こちら側にあるポケットも紹介していきます。この背面側には上下に2つのポケットが配置されています。で、まず上側のポケットですが、これ開いてやると、間口がね、約21センチぐらいかな。そして深さが9センチほどのポケットがあるんですが、サイズ的にはですね、この上側もポケットの空間になっていますし、あとですね、ここですよ。マチも設けられていますので、見た目以上に物が入ります。はい、ちなみにね、これまた長財布ですが、長財布が横向きでしっかりと入ります。で、こちらは MAX バックパックなんですが、変更点としては、この上側に実は MAX バックパックはこういうね、デイジーチェーンがあったんですけれども、これはですね、EDC の方はなくなっています。ただ、MAX バックパックはですね、このポケット、マチがなかったんですよ。なので、実質ね、ポケットは大型化しています。はい、それから下のポケットですけれども、これはね、メッシュ生地になっています。で、間口は変わらず22センチぐらいなんですが、深さがこちらは割と深くて16センチ程度。そして、こう見てもらうとわかるかな。かなりね、厚めのマチが取られています。で、メッシュ生地ですので、このね、中に入れたものがね、透けて見えるんですよね。こういった利便性もあります。はい。あとね、メインコンパートメントで紹介しておきたいところなんですが、背中側、この荷室の底面になりますけれども、背中側にこういったループですね。これが左右に3つずつ、はい、こんな風にですね、取り付けられています。コンパートメント内のこういったループなんですが、これは MAX バックパックよりも減っております。これは MAX バックパックですが、MAX バックパックの場合は、背中側、この荷室の底面には、こういうデイジーチェーンが配置されていたんですよね。そしてこのね、ファスナー付近、要は、このコンパートメントの入り口側なんですが、ここにこういったループが左右に3つずつ配置されていました。こういったね、コンパートメント内の何かをね、固定するためのループの数が減っているというのはですね、このコンパートメント自体の容量が減っているので、それほどね、重要なことではないのかなというふうに思いますし、実際にですね、1ヶ月ほど使ってみて、
何かを上の方にこう取り付けたい、固定したいということもなかったので、特にこういったループが減っているということは問題ないかなと思います。はい、続いてね、PC コンパートメントに行きたいと思います。で、ちょっとね、ひっくり返しますね。MaxEDC、Max バックパック、両方ともですね、PC コンパートメントが独立してあるというのが大きなね、特徴の一つだと思うんですけれども、まずその入り口、結構ね、大きな変更がされています。Max バックパックの方は、ファスナー開けてやると、片一方がかなり大きく開くんですよね。こういうふうに斜めに開く仕様だったのに対して、EDC の方はここまでです。なので、この PC コンパートメントの開口自体はですね、かなり小さくなっています。また、このね、PC コンパートメント内のポケット構成も少しね、変更されています。はい、こちらね、Max バックパックですけれども、PC コンパートメントがこういうふうにね、斜めに大きく開きます。で、このコンパートメント内に、さらにですね、これですよ。PC ポケット、そしてタブレットポケットがあったんですよね。で、EDC の方はそういったポケットが廃止されまして、もうファスナー開けると、この PC コンパートメント自体が PC ポケットになるというような構造になっています。で、ちなみに対応しているデバイスは先ほど紹介した通りなんですが、これ13インチクラスの MacBook Air なんですけれども、実際に入れてやると、はい、こんな感じで余裕で入ります。で、このポケットに関して、メインコンパートメントから見ていただくと分かると思うんですけれども、PC ポケットの一番下がね、ここなんですよ。ここに縫い目があると思いますが、底面からね、約4、5センチ上のところで PC ポケットの底が取り付けられています。ですので、よくありますよね。こういった PC を入れようとして手が滑ってストーンと落ちてしまうということがあっても、天板とか、あるいは地面に PC が当たるということはありません。こういったところね、やはりしっかりとね、設計されています。で、このね、PC コンパートメントのところで一番紹介したいのが実はここなんですよ。整理ポケットと言われているんですが、僕自身はですね、個人的にガジェットポケットと呼んでいるポケットなんですよね。実は Max バックパックを紹介する動画作った時に、ここに僕は注文つけたんですよね。ちょっと使いづらいぞと。なぜかというと、このポケットですね、マチがないんですよ。すごく平べったいポケットなんですよね。おそらくね、Max バックパックって30リットルの大容量で PC のね、コンパートメントも備えていますので、ビジネスパーソンの出張にね、ぴったりのバッグなんですけれども、そういった方々が PC 持ち運びつつ、電車のね、待ち時間とか飛行機の乗り換え時間、ちょっとした作業をしたいとなった時に、ここに PC が入ってますよね。ここから PC 取り出すと思うんですけれども、同時にですね、AC アダプターとか、モバイルバッテリーとか、充電器とか、そういったものもね、使う場合があると思うんですけれども、それはここに入らないんですよね。で、そういったものを使いたいときは、メインコンパートメント、もしくはフロントポケットですね。こういったところにアクセスしないといけないということで、ちょっとその点不便かなと思っていたんですよ。できればここに厚みのあるものも入れることができたらいいのになというふうに言っていたんですが、なんと今回 EDC はそのね、要望に応えてくれているんですよ。まずね、ファスナーが両開きになっている。これもね、便利な点なんですけれども、はい、開きます。細かいものを入れるポケットは背中側につきました。これも視認性が高くていいと思いますし、あとね、マチをだいぶ取ってくれたんですよ。ちょっと見にくいと思いますので、はい、メインコンパートメント側から見ていただきますけれども、実はね、ここ2つ縫い目があるでしょ。これマチなんですよ。で、しかも、この上側にもこれだけマチがあるんですよ。ほら、これだけ出るんですよね。これがすごくね、ありがたいんですよ。というのは、僕の場合ね、外で作業するときのメイン PC が MacBook Air なんですが、これを入れますよね。で、一緒に、例えば長時間作業するときなんかは、こういった20000mAh 大容量のモバイルバッテリー、結構ね、厚みがあるじゃないですか。こういったものとか、あとですね、これは電源タップですね。持ち運び用の電源タップなんですが、こういったものをね、持ち運んだりするんですけれども、こういったね、分厚いもの2つがちゃんとね、入るんですよね。これメインコンパートメント側から見ていただくと、こういう状況です。もちろんね、これだけメインコンパートメント側の容量を取るわけなんですけれども、実際にはね、きっちりパッキングしたとしても、縦にして持ち運んでいると、
だんだん荷物って下がってくるので、ここデッドスペースになるんですよね。ここをしっかりと PC コンパートメント側から利用することができるようになった。これすごくありがたいんですよね。で、この改善をしてくれたことによって、先ほど言ったちょっとしたね、電車や飛行機の乗り換え時間に PC 取り出して作業したいとなった時に、もうメインコンパートメントにはアクセスすることなく、この PC コンパートメントだけで必要なものを取り出すことができるようになったんですよね。これは本当にね、ありがたい改善だと思います。はい。ということで、フロントコンパートメントの拡張機能と並んで、こちら PC コンパートメントのここですね。僕がガジェットポケットと呼んでるこのポケットの改善、めちゃめちゃ推しのポイントだと思います。で、あとこの PC コンパートメントに関して一つ付け加えますが、これはね、もうエーブルキャリーさんの製品を紹介する上で恒例行事なんですけれども、ここにですね、隠しポケットがあります。で、ここのファスナーにはこういったストラップもついてないんですよ。完全に隠れている状態なんですよね。ここを開けてやると、このバックパックのフレームですね。これが入っているんですが、こちら側に、はい、こういった隠しポケットがあります。ここはですね、それほど大きなポケットではないんですけれども、それでもね、間口が約17センチぐらいで、深さが13センチぐらいありますので、割と収納力はあると思います。ただ、アクセスがね、なかなかしにくい場所ですし、見えにくいところですので、セキュリティ関連ですね。例えば、エアタグのようなトラッカーをね、入れておくとか、というような使い方をしたらいいと思いますし、あと、ここ自体ね、はい、そこまで続いてるんですよ。なので、分厚いものはダメですけれども、非常に重要な書類とかですね、この中に入れることはできると思います。はい。ということで、3つのメインコンパートメントを紹介してきましたが、あとですね、外から直接アクセスできるポケットね、紹介しておきます。まずね、トップポケットなんですが、ここにね、隠しポケット的にポケットがついております。はい。トップポケットね、ここにあるんですが、間口がね、約18センチぐらいですかね。そして、はい、深さもね、18センチほどあります。割と大きい正方形に近い形のポケットになっています。で、深さが結構ありますので、例えばね、こういった iPhone 16 Pro、縦方向で入れることができます。また、長財布ですが、横向きではね、これはさすがにちょっと入らないんですけれども、縦方向で、はい、入れることができます。で、このポケットね、見た目的に、まず、このポケットがあるのかどうかよくわからないような隠しポケット的なポケットですし、それからここはね、首元に当たりますので、結構ね、セキュリティ的にもね、高いポケットだと思います。財布とかスマホとか貴重品をね、入れるのに適したポケットだと思います。はい、それから背面から向かって左側ですね。こちらにボトルポケットがあります。で、このボトルポケットは、はい、こういうふうに開いてやると、ちょっとね、ここにこういうストッパー的なものがあるんですが、空間としては、メインコンパートメントの空間を利用するようなタイプになっています。なので、ボトルを入れてもね、外側に膨らむということはないです。で、見た目以上にね、結構容量がありまして、例えばこれね、1リットルサイズのペットボトルなんですが、1リットルサイズがね、入るんですよ。はい。もちろんね、このメインコンパートメント側はそれだけね、空間を取られるわけなんですが、これだけ大きなペットボトルもしっかりとね、収納することができます。はい。あと、背面から向かって右側ですね。こちら側にもサイドポケットがあります。で、このサイドポケットも一見ですね、隠しポケット風なんですよ。ポケットがあるかどうかちょっと分かりにくいんですが、ここにファスナーがありまして、これを引いてやるとポケットになっております。間口がね、約20センチ、21センチぐらいかな。で、深さなんですが、この側面のね、形の通りのポケットなんですよ。なので、上部は結構浅くて8センチ、7センチぐらいかな。そして、下の方に行くと11センチぐらいになるんですけれども、このポケット、実は内部空間、ここまでちゃんとあるんですよ。今僕は指を動かしてますが、上はここまでですよね。これ全体ポケットになってますので、細長いとはいえ結構なね、空間があります。
で、この中なんですが、ちょっと見えにくいと思いますけれども、さらにもう一つ、こういった伸縮性の生地のポケットがありまして、この中に、こういったね、ループとキーフックがついております。で、このキーフックに関してはご覧の通りね、取り外すことができます。こちら側のポケットというのは結構ね、アクセスしやすい位置ですので、例えばこういった長財布、それからスマホですね。こういったものを入れるのにも便利なポケットかなというふうに思います。はい、続いてね、背中が当たる面に行きたいと思います。で、こちらの面はご覧いただいた通り、マックスバックパックと基本的にね、デザインは変わっていないようですよね。ここにね、縦に2つ、メッシュ生地の分厚い背面パッドが入っているんですけれども、これ真ん中のね、結構深い溝、これのね、ベンチレーション機能と相まって、すごくね、通気性はいいです。先日結構ね、日差しが強くて暑い日だったんですけれども、地元のね、お城に登ったんですけれども、当然汗はかくんですが、ここにね、空気が通るのをね、背中で感じられるんですよね。見た目よりもかなりね、通気性はいいと思います。で、あと、この真ん中ですね、へこんでる部分に、ラゲッジパススルー、これがついていますので、旅行でね、使われる時なんかに、スーツケースのね、引っ張る取っ手にこれを取り付けて運ぶこともできます。で、細かい点なんですが、ここにね、ループがついてるでしょ。これね、何気に便利なんですよ。今ね、これを撮影するのに、これ、メインのね、トップハンドルで引っ掛けているんですけれども、これとは別に、ここにもループがあるんですよ。例えばトイレに入りますよね。トイレのドアの裏側とかに、荷物を引っ掛けるフックがあったりするじゃないですか。あのフックが、実はこのトップハンドルだと届かないことがあるんですよ。で、そういった時にね、これ背中がすぐのところについていますので、必ず引っ掛けられるんですよね。これね、地味なんですけれども何気にね、便利なフックになっています。それとあと、この背面自体のカーブが少しね、変更されています。こちら、マックスバックパックの方は、ほぼね、平らなんですよ。少しこういう風に湾曲はしているんですが、特に上部のあたりは、それほどね、手前側に出てきているということはないんですよね。それに対して、はい、こちら、MAX EDC の方は、このあたりがややへこんでいて、これより上になってくると、少しね、前側に出てきてますよね。こういうね、形状の変更があります。で、これはですね、こういった背中に背負うものって、背中に近ければ近いほど重さを感じにくいんですよね。特にこの MAX EDC は26リットルということで、結構な容量があります。ということは荷物もね、重くなる可能性があるので、少しでもね、背中にピタッとくっついた方が軽く感じるんですよね。そういったところの細かい変更点もあるようです。はい、続いてショルダーハーネスいきましょう。マックスバックパックは、この上の部分、ここはセンデニールのコーデュロナイロンだったんですけれども、EDC は表側すべて X パックになっております。で、体に当たる部分、内側はメッシュ生地のままですね。で、このショルダーハーネス自体の形状もですね、少し短くなった分ね、変更されているそうです。このあたりの背負い心地に対するね、妥協のなさ、さすがね、エーブルキャリーさんだなというふうに思います。で、それだけではなくて、実はちょっとしたね、機能が追加されているんですよね。左右両方のショルダーハーネスに採用されているんですが、これですよ。カードスロット、カードポケットが追加されました。で、この機構は13レイバックに搭載されていた機能なんですが、評判が良かったんでしょうね。今回、MAX EDC にも採用されました。これね、交通系の IC カードですけども、こういったカードがこういうふうにね、入れることができるんですけれども、こちら側、下側に割と空間がありますので、はい。こういうふうに、ここまで入りますので、落とすこともね、多分ないと思います。ただ、これね、サイズ的にはね、カードのサイズ、ギリギリのサイズですので、例えばカードをケースに入れている場合は、ちょっとここにはね、入らないかもしれないです。あとね、ショルダーハーネスに関して付け加えておくと、エーブルキャリーさんのバックパックの背負い心地の良さを実現する大きな要因の一つがね、このショルダーハーネスだと思うんですよね。ショルダーハーネスって、それなりに幅があって、厚みも必要で、さらに柔らかいだけではダメなんですよ。適度な硬さも必要なんですよね。でないと肩に食い込んできて痛くなりますので、そういった面ね、すべてクリアしてくれてるのが、このエーブルキャリーさんのショルダーハーネスだと思います。ほんとね、適度な反発感、硬さがあるんですよね。そして、
かなり幅広じゃないですか。このあたりね、他のメーカーの安いバックパックと比較すると違いがね、すぐにわかると思います。それからショルダーハーネス関連で、ここですね、チェストストラップですけれども、これね、付け外し斜めにしてやるだけでこういうふうにね、簡単に外れますし、磁石が入っておりますので、つけるときはピチッとこんな感じでね、簡単に取り付けられます。また、このね、ストラップ自体がショルダーハーネスにこんな感じで付けられているんですよ。要はここにね、ループがあって引っ掛けてるだけなんですよね。なので、必要がなければ取り外すこともできますし、あとね、少しここに空間がありますので、ちょっと邪魔だなという時にはここにね、収納することもできます。で、僕はね、個人的にはこのチェストストラップはほとんど使わない人なんですけれども、ただね、このモデルに関しては26リットルじゃないですか。容量が大きいので、荷物が重くなる場合が考えられるんですよね。で、重たい荷物の場合はチェストストラップしないと、ずるずるとこれ肩からね、落ちていくんですよね。なので、これ取り外すこともできますけれども、ここに収納することができて、普段は邪魔だから収納しておくけど、必要な時はここから取り出して使えるよというような機構になっているのはね、すごくいいと思います。はい、あとね、少し付け加えておきますけれども、このトップハンドルと、それからサイドハンドルがあります。で、この両ハンドルともかなりね、頑丈な芯が入っていて、手に持って移動する場合でもこう手に食い込んできたりしない。すごくね、質感が高いですよね。で、この2つのハンドルがあることによって、大きいバックパックですけれども、取り回しがね、すごく楽になります。電車や飛行機の上の棚ですね、ああいったところへの乗せたり下ろしたりがすごくね、便利なんですよね。はい、そしてね、機能面で言うと、これは最後になるんですが、はい、これですよ。A フレームです。で、これね、エイブルキャリーさんのもう代名詞ですよね。無重力バックパックという言葉がありますが、ショルダーハーネスからずっと続いてきたベルトが、ここに来てるんですよね。で、荷物を下からこう支える感じ。よくね、子供をおんぶするときにこうやっておんぶしますけれども、この支える手ですよ。これの代わりに A フレームがなっているというような感じがします。で、この Max EDC、しっかり作られているというのはもう伝わっていると思うんですが、その分ですね、比較的重たいんですよね。データ紹介のところでもね、お伝えしたように 1.55 キロあるんですよ。容量の割にはね、少し重めのバックパックだと思います。ただ、このバックパック自体の重さ、A フレームによってあまり気にならないんですよ。これね、なかなか動画で伝わらないんですが、背負ってみるとわかります。荷物を入れて背負うときに手でまず持ちますよね。この時、重たいなって感じるんですよ。ところが、背中に背負うと、軽いって感じるんですよね。実際の重さよりも軽く感じるんですよ。で、このね、A フレームを搭載しているエイブルキャリーさんのバックパック、何種類かね、背負ってきているんですけれども、一番ね、この効果を感じるのが大きいバックパックなんですよ。要するに、重たい荷物を背負った時ほど、この A フレームの効果を感じます。ですので、1.55 キロというこのバックパック自体の重さ、特にね、気にする必要ないのかなということもね、合わせてお伝えしておきたいと思います。はい。ということでね、ここまで Max EDC の機能、特徴面ね、紹介してきましたけれども、最後にですね、約1ヶ月ほど使ってみての感想ですね。使ってみてね、分かった良かった点と気になった点をね、紹介していきたいと思います。で、先にもう結論、冒頭でもお伝えしましたけれども、この Max EDC に関しては、めちゃめちゃ良かったです。総合的に言って、もう僕の理想のバックパックと言っていいと思います。ついに理想のバックパックに出会えたなという感じがしてるんですが、なぜそこまで褒めているのか気に入っているのかというところをね、今からいくつかポイントをご紹介したいと思います。で、まず一つ目なんですけれども、これがですね、Max EDC の最大の特徴でもあり、そして僕が気に入っている点でもあるんですけれども、それは汎用性の高さです。26リットルというね、容量。これね、日常使いとしては、正直に言うとちょっと大きめかなというぐらいのサイズなんですよね。けれども、決してね、大きすぎないサイズでもあるんですよ。なので、普段通勤通学にもね、使えるバックパックですし、同時に1、2泊程度のね、出張旅行ぐらいなら十分にこなせるね、容量なんですよね。要するに日常の生活とか仕事の中で、このバックパック1個で全てね、賄える。ほとんどのシーンで使えますよというバックパックになっていると思います。で、そうなってくるとちょっとね、一つ気になることがあるんですよ。それは26リットルって少し大きめのサイズですよね。人にもよりますけれども、
26リットルのバックパックが毎日ね、いっぱいいっぱいになっているということはね、あまりないかもしれないです。僕の場合だと最低限の外で仕事するための道具入れるのは13リットルのね、13デイパックでもいけるんですよね。これの半分で済むっていうことなんですよ。その時に気になるのが、少ない荷物でね、使った場合に型崩れしませんかというところなんですけれども、はい、これがね、使ってみてよかった点の2つ目なんですが、少ない荷物でも型崩れしません。これね、ちょっと動画でお伝えしにくい面なんですが、すごくね、しっかり作られているんですよ。見えないところまで本当に手を抜いてないなと思います。で、例えばね、MAX-EDC は MAX バックパックと違って、ここですね、フロントコンパートメントにこういうマチがついているんですけれども、ここですよ。ここにね、ちょっと動画では伝えられないんですけれども、薄い緩衝材がね、入ってるんですよ。要するにですね、ペコンってこうならないように、形をね、整えてくれるような芯が入っています。あるいはね、この底面部分なんですが、センデニールの非常に強力なナイロンが使われているんですが、これの中にやはりね、ここにも緩衝材が使われているんですよ。なので今これ荷物入ってないですけれども、底面の形できてますよね。でこれは形が崩れない上に荷物を入れた場合にね、地面との緩衝材にもなってるんですよね。こういった細かいところ、本当によくね作られているなと思いますし、こういうところにね手を抜いていないので、少ない荷物でね半分ぐらいしか入ってないよという時でもですね、型崩れしない。これも先にお伝えした汎用性の高さを維持する面でもね、すごくいいポイントになっていると思います。はい、そしてね、3つ目。使い勝手の良さです。個人的な好き嫌いはあると思うんですけれども、少なくとも僕にとってね、この MAX-EDC のコンパートメントの構成、絶妙すぎるんですよ。本当に使いやすいんですよね。で、使っていてね、思ったのは、最大容量8リットルと23リットルの2つのカバンにプラスして PC 専用のカバン、この3つをね、合わせたような使用感なんですよ。で、このね、3つのカバンが合わさっているという点ですけども、もっと細かく見ていくと、まず1つ目はフロントコンパートメントとメインコンパートメントの関係ですよ。フロントコンパートメントがそうですね、2リットル程度のフロントポケットのような使い方もできるし、場合によっては8リットルという容量のコンパートメントにもなると。で、またメインコンパートメントは、そのフロントコンパートメントの使い方によって容量がね、取られるわけなんですけれども、状況に応じてフレキシブルに稼働する、移動する壁が中に1枚入ってるような感じなんですよね。状況に応じた使い方ができる。これが本当に便利なんですよ。で、その2つの部屋とほぼ完全に独立した状態で PC ポケットがあると。で、この PC ポケットは PC ポケットで、ここにアクセスするだけでパソコンと必要なね、周辺アクセサリーにアクセスできて、メインコンパートメント、フロントコンパートメント関係なくね、作業を開始することができる。こういった関係性の3つのコンパートメントが1つにまとまっている。これ本当にね、応用範囲というか守備範囲がめちゃくちゃ広いなというふうに思いました。で、今の話をさらに深掘りするような内容なんですけれども、4つ目の使ってみてよかった点。やはりね、このバックパックに関してはフロントコンパートメントですよ。この存在がね、めちゃめちゃポイント高いなと思いました。最大8リットルまでね、収納できますので、例えばですね、このお試し使用期間中、たまたまね、iPhone 16 Pro が出たんですよね。で、僕はガジェット系の YouTuber ですので、これのね、カメラテストなんかにも行ったわけですよ。その時に、大きなね、三脚とかはメインコンパートメントに入れるしかないんですけれども、結構場所を取る細々とした撮影用の機材があるんですよね。で、そういったものは全てこのフロントコンパートメントに入れていって、で、撮影に行って現地ではメインコンパートメントにはアクセスすることなく、このフロントコンパートメントだけ開けて、ここから撮影用の細々としたものを取り出して、ちゃちゃっと組み立てて撮影開始ということができるんですよね。これ本当に便利だと思います。またね、日常使いで、例えばね、想定されるのが、ビジネスパーソンの方でね、出社前あるいは退社後にですね、ランニングやってますよとか、ジムに行ってますよという方いらっしゃいますよね。そういった方の場合、意外と邪魔になる場所を取るのがシューズじゃないですか。シューズ入るんですよ。はい、フロントコンパートメント開けますよね。最大で8リットル入りますので、例えばこういったシューズですね。普通はね、シューズ袋に入れてから入れると思うんですけども、こういうふうにね、すっぽり入ります。
ちなみにね、僕足の大きさは28センチです。28センチの靴がちゃんと入ります。で、また、これだとね、もう余裕なんですよ。はい、トレーニングウェア代わりですね。ジャージ1本と T シャツが入っていますけれども、これがはい、ちゃんと入ります。で、もちろんね、ここに入れると、はい、こんな感じで結構メインコンパートメントの空間をね、取ってしまうんですけれども、汗をかいたり汚れたりするものはフロントコンパートメント。それと別に仕事に使う書類とか道具はこちら、メインコンパートメント。っていうようなね、使い分けができるんですよね。これはね、本当に便利だと思います。今ね、例として撮影機材、それからトレーニング関係ですね、シューズとウェアを入れる例を挙げましたけれども、この8リットル入るフロントコンパートメント、使い方次第、アイデア次第でかなりね、面白い使い方ができるんじゃないかなと思います。で、あともう一つ、使い勝手の良さにね、貢献しているものとして、随所に改良されているポイントがあるということですよね。コンパートメントやポケットの紹介の時に、マックスバックパックから変更点、いろいろと紹介してきましたけれども、これもね、個人的な話になるんですが、僕が使っていて一番ね、本当に便利になったなと思うのは、PC コンパートメントの中のここですよ。ガジェットポケットです。先ほどもね、見ていただきましたけれども、ここにマチができたということで、本当にね、便利になったと思います。僕の場合はね、例としてこういう大容量のモバイルバッテリーとか、あとね、こういう電源タップを入れてお見せしましたけれども、Windows PC をお使いの方ね、大きい AC アダプター使われてますよね。あれ本当に持ち運び邪魔になるんですけれども、それもちゃんとここに入るということで、これはね、すごく便利になったと思います。特にね、宿泊を伴う出張の時なんか、メインコンパートメントにきっちりね、パッキングして、で、途中でやっぱり開けたくないじゃないですか。ホテルに着くまで開けたくないですよね。だけど、電車の待ち時間とか、飛行機の乗り換え時間に、ちょっとでもね、パソコン作業しておきたいっていう時にですね、もうこのね、PC コンパートメントだけアクセスすれば、全てね、必要なものを取り出せる。これは本当に便利ですよね。エーブルキャリーさん、しっかりとね、ユーザーの求めるもの、声を聞いてくれていて、しかもね、弱点をしっかり潰した上で、新しいね、バックパックを作ってくる。この辺は本当にさすがだと思います。はい。ということでね、MAX-EDC の使ってみて良かった点紹介してきましたけれども、最後にね、使ってみて気になった点も紹介したいと思ったんですが、正直に言って、バックパックとしての機能面とか使ってみた感じで、気になった点っていうのはなかったです。本当によくできているバックパックだと思います。ただ、あえて言うと、1点だけ気になるのは、それはね、バックパックの性能とかではないんですよ。価格なんですよ。MAX-EDC。税込み価格が 47,300 円となっております。で、気になる点としてはこの価格だけなんですよ。これをどう考えるかなんですけれども、もう正直にお伝えすると、この価格を初めて知った時に高いなと思いました。だってね、これのベースになった30リットル、もっと大きい容量のマックスバックパックが 46,200 円なんですよ。で、それよりも小さいモデルじゃないですか。少なくともマックスバックパックよりは安いんだろうなというふうに勝手に思っていたんですよね。ところが値段を聞いてみると1100円ほど高いんですよね。なのでちょっとね、びっくりしたし、あれ高いなっていう印象を持ってしまったんですが、メーカーさんにね、聞いてみたところ、そのね、価格が高くなった理由として、価格の高い X パック生地をたくさんね、使っているからなんだということをね、回答いただきました。ただね、そうだとしても、バックパック一つに47,000円を超える金額、5万円近いわけですよね。ちょっとこれは一般的にはね、高いなと感じて当たり前の価格だと思います。ただね、MAX-EDC を約1ヶ月使ったものとして、この価格を考察した場合に、行き着いた結論、2つほどね、ちょっとお伝えしたいと思います。まず1つ目、この MAX-EDC を購入して使った場合、おそらくね、価格に見合った働きをしてくれるという考えです。言い方を変えると、十分元は取れるなという考えです。先にお伝えしましたけれども、このバックパックって汎用性がめちゃくちゃ高いんですよね。あらゆるシーンで使えるんですよ。いわゆるね、オールラウンドモデルなんですよね。日常の通勤通学から1、2泊程度のね、出張、旅行までね、
十分こなしてくれるんですよね。日常生活のほとんどのシーンでこれ1個で済ませることができるわけですよ。めちゃくちゃ稼働率が高いわけですよね。それを考えると、確かに値段は高いんですけれども、比較的短期間で元は取れるんじゃないかと。理想を言えばね、今日は荷物が少ないからちょっと小さめの13デイバッグ。ちょっと今日は荷物多いからデイリープラス。明日から出張だからマックスバックパック持っていこう。この3つを使い分けるというのが理想かもしれないんですが、今言ったこと全て1個でこなせると。そう考えた場合に47,300円という価格、一概にね、高いとは言えないんじゃないかと思うんですよね。そしてもう一つが細部にまでこだわった作り込みですよ。これもね、正直にお伝えするんですが、このバックパックが送られてきました。で、袋から出して持った瞬間、これ上質だわっていう風に手が感じました。それは現在考えられるね、X パックとかセンデニールナイロンとか最高の生地を使っているということもあるんですけれども、細かいこだわり、こういったところに芯が入っているとかですね、クッション材が底面にちゃんと入っているとかですね、そういった作り込みがしっかりされているっていうのが手に持った時にね、伝わってくるんですよね。見た目がかっこよくてもっと安いバックパックって世の中にいっぱいあると思うんですが、エイブルキャリーさんのバックパックに関しては特にね、作り込みの面では全くね、妥協を感じられないんですよね。確かにね、バックパックとしては価格ね、ちょっとお高めなんですが、毎日使うものほどね、価格が高くても上質なものを使う。その結果、長い目で見れば、かえってね、お得になるんじゃないかなと僕は思いました。はい、ということでね、今回はエイブルキャリーさんから新しく登場した MAX-EDC をご紹介してきました。本当にね、正直な話、提供していただいたからではなくて、実際に使ってみてね、これ本当にいいバックパックなんですよね。で、今までエイブルキャリーさんのバックパック、ほとんどのものをレビューしてきたんですけれども、よくね、質問で、エイブルキャリーさんのバックパック興味あるんだけれども、最初の1個としてどれを選んだらいいですかっていう質問があるんですよね。で、その時に、汎用性の高さからデイリープラスがいいですよっていうふうにお答えしてきたんですが、これからはこちらですね。MAX-EDC。こちらをね、お勧めしていきたいと思います。本当にこのバックパック1個でほとんどのシーン賄うことができます。使い勝手も耐久性も素晴らしいバックパックですので、ぜひね、一度試していただきたいと思うんですが、残念ながらね、しばらくの間、公式サイトでのね、販売のみで、取扱店舗での実物のね、販売っていうのは少しね、先になるみたいなんですよね。ただ、エイブルキャリーさんの場合、14日間返品可能なお試し期間がありますので、そういったものを利用してね、ぜひ一度触って、そして背負ってみてほしいです。そうするとね、このバックパックの良さ、必ず分かっていただけると思います。興味を持たれた方、ぜひね、公式サイトをチェックしてみてください。この動画が少しでも参考になったという方は、応援の意味を込めて高評価、押していただけるとすごく嬉しいです。また、チャンネル登録まだの方、ぜひね、チャンネル登録をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。